はい、どうも始まりました。どうもー。どうも。稲葉さんと桜井さんだけさん付けなんででしょう。確かに。不思議じゃない？グレイのテルやん。あ、テルさんって言わないね。テルさん。まあ、テルさんって言う人もいるけど、あの二人だけ絶対さん付けじゃない？確かに。それなんでちょっと皆さんっていうのがちょっと気になってました。コメント欄に書いてください。なんかこれやっていうのがあれば。というわけで本日も質問コーナー来ております。はい、よろしくお願いします。お悩み相談。ユーザー NT6PE6KP6J さん。はい。いつも親切で楽しく動画ありがとうございます。ありがとうございます。ギターでの音作りについて質問です。私はここ最近動画を見ることや実際に演奏を通してギターのかっこいい音作りをできるようになってきました。ですが、バンドでいざ合わせるとなると、ギターの音がボーカルを飲み込んでしまったり、逆にギターソロが控えめで聞こえにくかったり、また、バッキングギターが意識すれば聞こえるけど、ほぼ聞こえなかったりしています。はいはいはい。バッキングギター、リードギターが聞こえて、ボーカルが上に立っているような、それぞれ活かすためにはどう音作りをすれば良いでしょうか？なるほど。これいわゆる一言で言うと音抜けのご質問ですかね。まずギターで言うと多分ね、気をつけた方がいいポイントがまず1個しっかりあって、歪ませすぎない。要はその一人で弾いてるとかっこいいんだけれども、バンドのアンサンブルになってくると後ろに行っちゃう要素になっちゃうんですよね。で、歪みが少ないとその分このピッキングのアタック感みたいなのが出やすいので、アンサンブルの時には上げすぎない。これが結構大事かも。確かに。もうちょっと続きがありまして、現在はボリュームや EQ などを調整していいところを探していますが、少し迷走中とのことです。ああ、なるほど。ボリューム気をつけるのはめっちゃ大事。要はそのでかすぎる問題ね。ギタリストのこの主張がどうしてもなんか強くなっちゃうんで。まあこれどの楽器にも言えることね。なんならプリセットとかパッチによって B メロとかはちょっと控えめなボリューム設定しておいて、サビでちょっと出てくるみたいな曲の中でも緩急をつけるとバンドのこの緩急もできるんで、あ、このギタリスト結構全体見てできるな、分かってるなってメンバーにも思われたり、よく知ってるお客さんとかライブハウスの人とかもこの人は分かってるみたいな感じで評価されたりするので、ボリュームいいですね。 EQ についてはギタリストって基本 EQ って音がかっこよくなる方向にこう調整したくなるんですけども、バンドでやるときはボーカルと被ってそうなところ、中域いろいろこう並んでんののちょうど真ん中かそれよりちょっと下あたりのところをちょっと下げたりすると、ボーカルの帯域を少し開けてあげるようなことができるので、そういう引き算の EQ みたいなのができるようになるとなおいいんじゃないかなと思います。タラコパスタ L8P さん、はい、バッファーの種類について教えてほしいです。以上。あ、結構シンプル、ざくっと。まずバッファーがそもそも何かというふうにお伝えすると、音をこう大きく変えるっていうか、そういうエフェクトみたいなものではなくて、パッと聞いた感じは同じなんだけれども、ノイズに強くしたりだとか、その信号自体をこう強くするイメージで、その後の音質劣化を防いだりだとか、そういう役割でこう入れたりするものになってくるんですけれども、バッファーの種類にも、いわゆる音が変わらないバッファーの効果だけ狙うっていうバッファーっていう風に売ってるものがあったり、バッファーとして売ってないんだけども、ブースターだったり、オーバードライブペダルだったり、そういったものを、歪みをね、こう少なめに設定して常時かけておくことによって、それをバッファーとして扱うっていうこともできるんですよね。なるほど。そう。だからそういうのを入れると、実は世の中のエフェクターのほとんどがバッファーだと考えて使うこともできるものなんですよね。つまり、エフェクターイコールバッファーみたいなところもある。そう。ほとんど 95% ぐらいはそういう役割で使えます。じゃあ別にバッファーいらないんじゃないみたいに、いつもこういう話が出てくるんですけども、入れる理由としては、一番初めにあるハイインピーダンスの信号を受けて、インピーダンスをバッファーで落とす、その信号を強くするっていうことが起きるんですけども、そこの結構役割ってウェイトがでかいので、みんなバッファーがみたいな話をするという感じですね。一個俺気になってたのが、ワイヤレスあるじゃないですか。あれ、いわゆる今言ってた一発目のところに来る。そう。あれバッファーになってますよね。なってます。だからどのワイヤレスを使うかっていうのは、音切れがしないようにとかそっち面じゃない方で、音質、音としてもどのメーカーのものを選ぶかがめっちゃ大事になってきます。アクティブピックアップだったらもうそこのアクティブ回路が1個目のもうバッファーとして動くし、電源投入してるやつ、これもほとんど例外はどういうのかっていうと、電源投入してるけどもその電源はあくまで経路の切り替えにしか使ってないっていうようなやつはバッファーじゃないです。例えば最近出たライムトンホームっていうスイッチあるんですけども、あれ中の信号経路はもう全部トゥルーバイパス状態になってるんだけども、その切り替えのために電源を使ってるっていうような機器も中にはあるので、そこはねちゃんと機器の説明を見てもらえればわかるはずです。なるほど。L.O.B46613 9から18ボルト対応って書いてあるエフェクターは12ボルトで駆動はさせて問題ありますかと。問題ありません。
9から18の間どこでも入れて OK ってねよく書かれてるやつは別に 12V を入れてもあんまないけど 15V とかね仮に入れても大丈夫です。なるほど。前もちょっとこの QA 動画でも話したんですけども、電圧が高くなるほどこのプッシュ感みたいな圧が増えてくるので、音もなんかちょっとパキッとしてくるんで、どこら辺が自分が好みかなっていうので探してもらえれば OK です。トニーソップさん。はい。ファズの裏にマルチつなげたら、ファズがマジで使えない音になったんですけど、どうすればいいでしょうか。ファズの裏にってどういうこと？後ろにってことじゃないかな、接続してる。そういうこと。ファズの前にエフェクターつなぐとファズの音がみたいなのよくあるんですけども、ファズの後ろにつないでもあれみたいになっちゃうことはありますね。同時に踏みたいってことなのかな。マルチをつないだってことはファズにリバーブをかけたかったのかな。そのあたりがちょっとわからないんですけども、解決方法としては、ファズだけをこう切り離すような形でマルチに信号が通らないようなルーティングをすれば OK なんですね。例えばさっき言ったようなライムトンホームってスイッチャーが出たんですけども、それってノンバッファーなので、ファズを入れます。ループ1にループ2にマルチエフェクター入れます。でファズを使うときはループ2のマルチエフェクターはオフにしておくことによってもうファズだけつないですぐアンプに行くのと同じようなものがこう構成されるので、それをやればファズの音は変わらないですね。でそんなちょっと大々的なスイッチャーとかはなっていう方は普通にワンループのループボックスみたいなね、これもパッシブのものがいいと思います。バッファーが入ってないね。でそこにマルチエフェクターを入れちゃうんですよ。でファズをオンにした時はそのスイッチをカチッて踏んでマルチエフェクター側をバイパスすることによって今言ったのと同じような構成が作り出せます。じゃあファズにディレイかけたかったんだけどなっていう場合はこれはもう仕方ないので、もうそれはそういう音だと思って使うしかない。あるいはそのファズと組み合わせても大丈夫そうな他の空間系のエフェクターを探してみるだとか、そういうことになっちゃいますね。そういうことやな。これがねファズのねまた愛らしいところというか、一筋縄ではいかないところがねファズの面白さだったりもするので、もともと破滅してる音みたいなとこあるからな。フンバルト、はい、S4U さん、はい、ギターと孤独と青い星の音作りの動画、Zoom MG1 使用、でアンプを MS1959 にセッティングしていて、キャビネットは設定されていなかったと思うんですけども、Zoom のマルチを使う場合、キャビネットは使用するべきなのでしょうか。またあの動画ではなぜキャビネットを使用しなかったのか教えていただきたいです。ギターと孤独と青い星、ボッチザロックの曲を音作りを解説する動画をショートだったかなやったんですけども、キャビシュミかけてなかった。そういう風にした理由はそっちの方がね音がねリアルで良かったからですね。Zoom のマルチエフェクターの中にキャビネットシミュレーターっていうのが入っていて、どういうスピーカーで鳴ったかっていうのをこう再現する、こういうキャビネットだったらこういう音出しっていうのをこう選択できるんですけれども、あれってアンプにつないで演奏するときは必須ではないというか、どっちかっていうとない方がいいんですね。アンプが実際のスピーカーなのでそこのシミュレーターは別にいらない。なのでマルチエフェクターの中のプリアンプだけ使ってキャビシュミはオフにした。どっちかというと普通の使い方がそっちかもしれないですね。そんな感じするね。そうでキャビネットがあるのにキャビシュミをオンにして音作りするっていうのも別に大丈夫です。そっちの方がイメージに近い音が作り込みやすいっていう時はそれで作っちゃって全然大丈夫なんですけども、音の傾向としては音像がちょっと散るというかシュッてしてた音がちょっとこうふわっとした感じになるので、それがあえて合う時もあればちょっと音抜け悪くなっちゃったなみたいになることもあるので、二重にキャビネットがある状態ってこと。そう。ただヘッドフォンで練習する時はエフェクターって直接ヘッドホンさせるんですけども、Zoom のその時はねキャビネットシミュレーターやっぱオンにした方がそれっぽい音が作れるので、アンプにつないで使う用の音とヘッドホンで練習する時の音っていうのを別のセッティングで例えば作って、ヘッドホン側にはキャビネットシミュレーターを入れておくという風にするともういい感じだと思います。キマメロンさん、質問です、今練習用アンプだけある状態でマルチを買い足したいです、アンシュミの種類が豊富でクオリティが高いものか、操作性に優れた機種かもやっています。将来的にマルチは空間系担当にしたいので適宜いじれる後者かなと思っていますが、いろんなアンシュミ試すのも捨てがたいです、どちらがおすすめでしょうか。なるほど、将来性を見据えてということですね。将来的にこう使う時にあんまりこう大きすぎない方がいい、そういうようなことを僕だったらまず意識するなと思ったんですね。操作性とアンプシミュレーターをこう比べるんだと、操作性はねぶっちゃけね使ってると割と慣れてくるので操作性は第一に考える必要はないかなと。ただこのフットスイッチの数だとかこの演奏する時の操作性のことをおっしゃってるんだったら、それはね自分が最終的にこういうボードを作りたいっていう絵にこうバチッとはまる方がいいかもしれない。だからそのフットスイッチの数が複数あった方
方がいいのか、いやいやいやコンパクトでそのオンオフとかそのタイミングで呼び出せれば十分なのかなとか、そのあたりをまず優先して考えるのがいいかなと思いました。でアンプシミュレーターの数か、これもね、あるに越したことはないですけれども、最終的にアンプにつないでやるんだったら、さっきいただいたご質問でも言いましたけれども、結局アンプを使うので、シミュレーターってね、そのヘッドホンの練習の時だとか、使う用途が限定されるので、シミュレーターの数を第一優先に考えなくてもいいかなとは思いましたね。桃内山5213、はい。アルモア製のエフェクターボードを使っています。おー、結構頑丈なやつ。今現在エフェクターにマジックテープを貼って直に置いているのですが、粘着力が弱っている気がします。この場合、木の板などを仕込むべきなのでしょうか。持ち運ぶ頻度的にも重量を増やすのはちょっとという気持ちです。何かいい案ありましたら教えていただきたいですと。マジックテープがだんだん緩む。あれもね、何回もこうつけたり剥がしたりしてると、メス側かな、このサラサラっていう方が何回もこう引っかかれることによって、こうなんかずれて、こうグラグラするようになってきちゃうんですよね。で、そうなってきた時はもう新しいのに貼り替えるしかないかなと思うんですけれども、それすらめんどくさいので、もうしっかりガチッと固定したいっていう場合はですね、いいアイテムが1個ありまして、今ね、いろんなメーカーから出てるんですけども、元はね、3M から出てた、デュアルロックファスナーっていうのがあって、オスメスじゃないんですよね。両方同じ形で、両方なんかこうガチッとロックするぜみたいなやつがついてて、それを入れるともうバチ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 って組み合わさるとずれないんですよ。ほんと動かないです。俺も使ってるやつかな。使ってる？使ってそうな気がするな。自分で作ったんじゃないの？むちゃくちゃ硬いのよね。それ。今までの両面テープのノリでこうビヤーって貼ってバチってやるともう取れへんくなるやろ。取れへんくて、入れ替えするとき、マジ大変。そう。すっごい強力なので、四つ角に2センチずつとかでいいです。それくらい強力なやつがあるので。確かに強力です、あれは。はい。普通に楽器屋さんでも売ってます。強力なやつありますかって店員さんに言うと出してくれるんじゃないかなと思います。いやー、結構やっぱみんなのボードのお悩みだとか練習してる時とか本番でやったらバンドでやったらみたいな、なんかいいですね。なんか皆さんの活動が感じられて。この動画ではですね、皆さんからのこんな感じのコメントで成り立ってますので、ぜひなんか聞きたいことあれば気軽にどんなことでもいいのでコメント欄に書いていただければと思います。それではまたの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。